こんにちは、ミルトンです。今日は先日ダイソーから発売された遮光カーテンを使って私の車にジャストフィットさせてみました。完成品がこちら。こちらのカーテン、以前作ったカーテンの改良版で、時間とコストをさらにカットして遮光タイプに仕上げました。やり方さえ分かれば1枚10分200円で完成します。こちらは先日ダイソーで見つけた遮光カーテン。形や色も様々なものが出ており、ドレープ、リネン調やフラットタイプの焦げ茶、フラットタイプ無地高さ130センチ300円のものや、同じ無地でも高さ170センチ400円のものや190センチ400円のものなど、ダイソーの大型店には様々なタイプのものが売られていました。今回私は横100センチ、高さ190センチの最も大きいフラットタイプの無地のカーテンを購入しました。このタイプはフラットタイプで車体に合わせて加工するのに工程が少なくて済みます。また色も薄いベージュ系の色で車内が明るく見えそうなので、このカーテンをセレクトしました。縫い目等をチェックしてみましたが、400円とは思えないしっかりした作り。家のカーテンとして使ってもかなり良さそうな出来栄えでした。裁断は緑の部分を残して元々の縫い目を利用。なるべく見栄えが良くなるように仕上げます。今回は短時間で簡単にできる運転席、助手席、左右のスライドドアのカーテンを作成します。今回ダイソーで面白いペンを見つけました。それはこの布用印付けペン。このペンなんと2日から10日で自然に描いた線が消えるらしく、書きミスを恐れることなく大胆に線引きができます。これまでは書きミスした跡がずっと残っていたので、数日で消えてくれるこのペンはかなりありがたいです。裁断図に従って線を引いていきます。カーテンの購入時にこの図を作っておくと無駄なく作業がはかどります。なるべく見栄えが良くなるよう緑線の元々の縫い目を残すようにしました。ダイソーの布用タッチバサミで裁断していきます。普通のハサミと比べかなり綺麗に切れるので結構気に入っています。このカット、ミスしても後で簡単に修正できるので、ここも大胆にカットしていきます。カットしたものを実際に車体に当ててみます。仮固定はダイソーの強力ネオジム磁石を使いました。車体から見える部分には元々の縫い目を残してセッティング。余分な部分は直接線を引いてハサミでカットします。反対側のスライドドアにも仮固定して線を引きました。運転席にも布を仮固定します。窓の下の部分は見える部分なので縫い目を残すようにセッティングします。窓側面や上部はゴムパッキンで隠れるので多少雑でも見栄えよくできます。助手席側も同様にセッティング。線を引きました。線を引き終えた布を布用ハサミでカットします。ここで今回使う遮光カーテンの面白い特徴に気づきました。それはこのカーテンの材質がポリエステル 100% ということ。ポリエステルは260度程度で溶ける性質があるので、これを利用して今回は加工します。加工に使うのはダイソーチャッカマン。毛羽立った切り口を軽くチャッカマンで炙るだけで溶けていい感じに固定されます。縫い目がほつれて外れてしまった布同士も軽く炙って繊維を溶かすだけで簡単に布同士を接着することができます。 1,2 秒炙ってくっつけるだけのかなり手軽な作業です。ハサミで切った後の毛羽立ちも一瞬で溶けてくっついてくれます。固まった切り口はほつれることはないのでそのまま使うことができます。この切り口は数秒で冷えるので加工後すぐに使うことができます。この加工はとても効率的で炙る作業も1分もあれば完了します。以前作ったカーテンでは切り口を裾上げテープでアイロン固定していたのでそれなりに時間がかかっていましたが、このチャッカマンでの炙り固定でかなり時間と手間を短縮できました。炙り終えた後の映像がこちら。若干シワが寄っている部分もありますが、この部分はゴムパッキンで隠れるので良しとしました。助手席側もハサミでカット。先ほどと全く同じ方法で切り口を処理していきます。このような毛羽立ちも一瞬で処理できるので、この方法かなり気に入りました。大きく開いた裾の部分も
同様に接着できます。短時間で簡単に接着できて結構嬉しいです。助手席側も数分で完成しました。折りたたむとかなりコンパクトになるので使い勝手も良さそうです。スライドドアのカーテンも同様にハサミでリサイズします。やけど防止に手袋をつけていただいた方が安全です。これまでと同様、チャッカマンで切り口を処理していきます。火で炙りすぎると映像のように形がいびつになりますのでご注意ください。こちらが失敗してしまった例。火を近づけすぎてしまい穴が開いてしまいました。きちんと接着できてはいますが、やりすぎると穴が開きます。短時間で火を遠いところから当てると失敗が少ないように感じました。カットして切り口処理を終えたカーテンに8個100円のダイソーネオジム磁石を仕込みます。この磁石、台紙から剥がしづらいので、台紙ごとハサミで切って磁石を剥くと剥がしやすいです。磁石の固定にはダイソーで買った布用ボンドを使います。あらかじめカーテンにボンドを塗って、その上に磁石を置くとスムーズに貼り付けできます。8個すべての磁石をカーテンの上に置いたら、磁石の側面にボンドを仕込みます。こうすることで磁石を手では外せないほど布に接着できます。磁石の頭からボンドがはみ出ない程度にボンドを貼り付けました。スライドドアのカーテンにも磁石接着のボンドを仕込みます。あらかじめカーテンにボンドを塗り、その上に磁石を配置するだけです。こちらも同様、磁石側面にボンドを足して接着力を強化させました。このボンド付け、作業自体は数分で終わるのですが、乾くまで24時間かかります。作業自体はとても簡単なのですが、ボンドの接着時間が長いのが難点です。実は以前、この接着時間を短縮させたくて、むき出しの磁石にアイロンを当ててみたのですが、ネオジム磁石は熱に弱く、磁力が半分以下に落ちます。もし乾燥を早めたい場合は、アイロンやドライヤーを使わず、扇風機等で乾かしていただくのがおすすめです。実はこの磁石の接着、布用両面テープや UV レジン、瞬間接着剤等でも試しましたが、布用ボンド以外はいずれも失敗しました。もしこの磁石接着の良いアイデアがありましたら、コメント欄で教えていただけると幸いです。扇風機で12時間乾燥させたものをチェックしてみました。時間が短いので完全効果はしていないかもしれませんが、ボンドが手につくこともなく、磁石もきっちり接着されています。スライドドアのカーテンも12時間でチェックしてみました。こちらも短い時間ですが、がっちり接着されています。表面からも確認してみます。ボンドで接着剤染みができていますが、ゴム枠で隠れる部分なのでこれでよしとしました。指でなぞっている部分がゴム枠で隠れる部分になります。スライドドアカーテンの表面からも確認してみます。指でなぞっている部分にシミができていますが、こちらもゴムパッキンで隠れるのでよしとしました。このダイソーの遮光カーテンの弱点を見つけてしまいました。それはこのカーテン、シワができやすいんです。アイロンをかければこのシワは取れるんですが、車中泊以外では折りたたんで保管するので、この点は結構マイナスポイントです。実際に車に取り付けてみます。以前作ったカーテンより隙間なくいい感じに見えます。窓の下の部分も一切隙間はありません。作業時間は1枚10分程度にもかかわらず、いい感じに仕上がりました。ドアを閉めて中から確認してみます。接着剤のシミはゴムパッキンで完全に隠れ、ジャストフィットしています。スライドドアのカーテンは車内から取り付け可能です。こちらも接着剤のシミをゴムパッキンで完全に隠せました。助手席側のスライドドアにも取り付けてみます。こちらもいい感じに接着剤シミを隠すことができました。車体にもぴったりフィットして自分で作ったんじゃないようにも見えます。以前作ったカーテンと並べて比較してみました。
4枚同時で作れば遮光カーテンの方が費用も安いです。遮光具合も検証します。まずはダイソーのボックスカーテン。ご覧のようにかなり光を通すので、明るいサービスエリア等には不向きかもしれません。続いてダイソーの遮光カーテン。遮光率 99.4% なので完全な遮光性ではありませんが、一番左のボックスカーテンと比較するとかなり光を通さない方だと思います。真っ暗な中で比較するとボックスカーテンは明らかに電気がついているのが分かりますが、遮光カーテンはよく見ないと電気がついていることには気づかないと思います。人影が外から見えるかも検証してみました。ボックスカーテンは結構分かりますが、遮光カーテンはやや分かりにくい印象です。遮光カーテンを4枚重ねて折りたたんでみました。磁石付きなのでカーテン同士がくっつくデメリットはありますが、ここまでコンパクトになりサイドボックスにも収納可能です。実際使ってみた感じ、取り回しが良く使いやすい印象でした。線を引き間違えたカーテンですが、2日目でかなり色が薄くなっていました。このまま自然に消えるのを待ちたいと思います。カーテンを作るのがだんだん上手くなってきてて結構嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。